やばい、重い。あ、やばい、来た。待って、来た。こんにちは、ゆうかです。今日は熊本県の天草に来ています。突然ですが、皆さん最近私がハマってるものをご存知でしょうか？そうです、釣りです。今日は直接お部屋から釣りができる旅館で、初心者が何匹釣れるか検証してみたいと思います。もしかしたら大量に釣れてびっくり仰天するかもしれないです。今日私が泊まるのはこちらの天草渚亭です。本館がこれなんですけど、横に離れがついていて、今日泊まるのはこちらの離れになります。さっきチェックインは済ませたので、早速お部屋に入っていきましょう。いや、魚釣りめちゃくちゃ楽しみだな。もう予約してから今日までずっと楽しみにしたんですよ。よいしょ。お、ありました、5番館。ここですね。せーの、オープン。じゃーん。お部屋はこんな感じです。すごい。すでに窓の向こう側に海が見えているんですけど、ちょっと入ってみましょう。お部屋も高級でめっちゃすごいんですけど、今日のメインは魚釣りなので、一旦お部屋の紹介後回しにしてもいいですか？窓からの様子はこんな感じになっています。めっちゃ綺麗な海。今日こそはたくさん釣りたい。それじゃあ早速釣りをしていきたいんですけど、この格好じゃあんまり部屋釣りっぽくないので、最初に変身したいと思います。せーの。じゃーん、着替えれました。この格好ならたくさん釣れそうな気がするな。よし、それじゃあ早速釣りを始めていきましょう。ここの天草渚亭では一応釣り道具をレンタルできるんですけど、今回は自分で持ってきてみました。じゃん、ダイソーの釣り竿。前に釣り動画を出した時にコメントで、初心者は最初ダイソーの釣り竿から始めてみたらいいよっていうコメントをもらったので、今日は初めて買ってみました。でもね、調べてみたら結構やりやすそうで、やっぱ初心者向きだなって思ったので、今日はこれで挑戦してみたいと思います。そしてこれにつける仕掛けなんですけど、じゃん、さっき釣り具屋さんでお店の人に聞きながら揃えてみました。これはね、ちょい釣りセット。そしてこれはね、下に重りがついているタイプになっています。今日はこの2つを使って釣りまくります。そして餌なんですけれども、ここの天草渚亭ではオキアミが用意されてるんですけど、それよりかは青磯目の方が釣りやすいっていうのを聞いたので、青磯目調達してきました。今日も結構虫が映るので要注意です。それじゃあまずは釣り竿をセットしていきましょう。今日はちゃんと勉強してきましたよ。まずこのベイルをこうやって起こして、そしてここについている糸を50センチぐらい引っ張り出します。50センチ、こんなもんかな。そしたら次にここローラーなんですけど、ここの下に糸を通しながら、ここのガイドにもう一度糸を通していきます。よし、取った。そしたらこの糸の先に仕掛けをつけていきます。よし、糸つけれました。今日はね、これ家で練習してきたんですよ。前回これ作るためだけに2時間かけてますからね。そしたらこの仕掛けの先端に皆さんお待ちかねの青磯目をつけていきましょう。でこの青磯目を買うときに釣り具屋さんの店員さんが手袋も欲しいですよって言って、手袋も勧めてくれたんですよ。なので買っちゃいました。素手でも一応触れるんですけどね、今日は手袋をつけてやっていきます。おー、久しぶりだね。久しぶりです。こんな感じで前回よりもサイズが大きい気がするんだよね。この磯目なんですけど、口の方からこうやって糸を通さないとちぎって逃げるらしいんですよ。なのでお口から失礼します。絶対痛いよね。よし、こんな感じでかけれました。よし、それじゃあ準備ができました。1投目いきますよ。せーの、ほっ、お、いった。
どうかな、釣れるかな今日は。ちなみに今日の満潮は16時半って書いてあったんですよ。今ね15時半ぐらいなので、もう少しで満潮の時間が来ます。やばい、なんか釣れてる気がするけど絡まってる。引っかかってるだけ？いや、わかんない。やばい、重い。なんかゴミが釣れた。ゴミが釣れて魚じゃなかった。海のお掃除成功しました。じゃなくて、これさ、遠くに飛ばしたいんだけどさ、どうしたら遠くに飛ばせるんだろう。それじゃあ遠くに投げてみるよ。せーの、ほい。おー、めっちゃ遠くに行った。すごくないですか？見えてるかなこれ。お、重いけど。ほ、いけ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 。あ、やばい、来た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 。おー、やっと釣れました。よっしゃー、お魚ゲット。ちょっと私はあまり魚に詳しくないので、一回チャット GPT に何の魚か聞きます。見てください、釣れました。今ねチャット GPT に聞いてみたら、これ多分クサフグなんですよね。だから毒魚っぽくて食べれないかもしれないんですよ。ガビーン。でもやっぱり自分が釣ったお魚だと愛着湧きますね。かわいい。フグちゃん、ふーちゃん。それじゃあ4時半になったので、満潮になったので、じゃん、2連で釣っていきます。磯目を2つつけました。夕日がめっちゃ強くなってきた。夕ま詰めタイム。あ、やばい、めっちゃ下に押しちゃったな。あ、釣れたかもしれない。釣れたか引っかかったか、どっちだ。釣れた釣れた釣れた、釣れてる釣れてる。来てる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 。引っかかってるだけ。この根がかりって言うんですけど、下に引っかかってしまった場合はトントントンって糸を弾くようにすると取れるらしいんだけど、なかなか取れない。あー、取れたけどダメか。お魚はいませんでした。餌は食べられてますね。今お魚が5匹ぐらい見えたんですよ。めっちゃいた。餌だけ取ってかれてましたね。悔しい。次こそ絶対取りたい。せーの、えい、よし。やばい、なんかかかったんだけど。何これ。なんか違う。なんか海藻、カツオじゃない？これカツオが釣れました。第1ラウンド終了しました。今が6時半なので4時間ぐらい粘りました。第1ラウンドの釣果はクサフグ1匹。くずりそう。食べれるお魚は1匹も釣れてないんですけど、夜ご飯はめちゃくちゃ豪華です。お造りや鍋、そして伊勢エビ、こんな感じのコースになっています。それじゃあいただきます。いや、これは違うんですよ。この後の第2ラウンドも頑張って粘るので、とりあえず一旦給油します。うわ、めっちゃ美味しそうなタイ。釣りたい。今が6時半なんですけど、ちょうどこの時間が干潮らしくて潮が引いてる時間帯なんですよ。だから一番お魚が釣りづらくて、この後ご飯食べ終わって8時9時とかになると外が暗くなってライトアップされるんですよ。
でそのライトの周りにお魚が寄ってくるらしいんですよ。なのでご飯食べ終わって8時9時頃にもう一回第2ラウンド頑張っていきたいと思います。でもやっぱり魚が釣れる瞬間ってめちゃくちゃ楽しいですよね。今日はまだ1回しか味わえてないんですけど、あの魚がかかった快感忘れられないな。釣ったお魚はお料理してもらえるんですけど、特に時間制限はないんですよ。なので夜中とかに釣っても明日の朝の朝ごはんとしてお料理して持ってきてくれるんですよね。じゃーん、追加でオーブン焼きが来ました。どんな味かな。おお、美味しい。今回初めてダイソーの釣り竿を使ってみたんですけど、私的にはね結構良かったです。あんまりすごいいろんな釣り竿を使っているわけではないんですけど、なんかねシンプルで使いやすかったです。セットも、少し手こずっちゃったんですけど、それでも10分ぐらいでできたので、普通の人にしたらちょっと時間かかってるかもしれないけど、私からしたら結構上出来でした。でも一番困ったのはリールの下の部分に糸がいっちゃって、それで絡まっちゃって一回リールごと外して、でまたそれを全部取って巻き直したりとかがすごい多くて、それが一番大変でしたね。あとはシンプルに糸が絡まっちゃうことがめちゃくちゃ多かったです。何回も絡まっちゃって動画回ってない時はだいたい糸の絡まりをほどいていました。でも前回の南房総の釣りではあんまりちゃんと魚釣りができてない感じがしたんですけど、今日は意外とちゃんとできてる気がする。ただ魚が来てないだけで引っかかれば釣れそうな気はします。少し上達した気はする。でも結果で見せないとですよね。釣れてないといや全然だよってなっちゃいますもんね。それじゃあご飯食べ終わったので第2ラウンドやっていきましょう。この仕掛けをね実は変えたんですよ。重りが下についているタイプに変えてみました。これでいっぱい釣っていくぞ。さっきとねやっぱり雰囲気も結構変わって、今こっち側からライトアップされているんですけど、魚がねそのライトを見てなのかさっきからちょくちょく飛び跳ねたりしてるんだよね。よし、いっぱい釣りたい。いくよ、せーの、ほっ。でさっきご飯食べながらいろいろ調べてたんですよね。このリールを巻く速さはアリさんが歩くスピードらしいんですよ。ゆっくり巻いていきます。釣れますように。今夜は絶対食べれる魚を釣りたい。うわー、ダメでした。しかも磯目もいなくなってる。これは食べられちゃったのかな。悔しい。この調子でもう何頭か投げてみます。今の時間が11時18分になりました。あれから3時間ぐらい粘りました。第2ラウンドの結果はボーツです。悔しい。でこの11時がねちょうど干潮の時間帯で魚が全然いないんですよ。なので今日はもう第2ラウンドは一旦終了して、また明日の朝まずめを狙っていきたいと思います。明日の朝の満潮が6時半ぐらいらしいので、5時半ぐらいから釣りしてみたいと思います。頑張ります。おはようございます。今の時間は5時39分。頑張って起きました。めちゃくちゃ眠い。それじゃあ朝まずめでいっぱい釣っていきましょう。よし、やるぞ。今の時間帯はお魚がいっぱいいるはず。みんな餌を狙ってるはず。それじゃあ今日の1投目、せーの、ほっ。お、いいんじゃない今日の調子は。でもやっぱりここは熊本は星が綺麗ですね。釣りしてるだけでも楽しい。全然釣れてないけど。昨日寝る前に釣り方をめっちゃ調べてたんですよ。だから寝れた時間が2時3時ぐらいで、今日5時に起きたので全然寝れてないんですよね。漁師になった気分。目標はやっぱり
スズキを狙いたいですね。スズキなので。でもこのダイソーの竿じゃスズキ釣れない可能性があるんだよね。結構ねちっちゃめな魚に向いているので、スズキが逆に釣れたらこれ折れちゃうかもしれない。スズキに耐えられない。うわー、海藻が釣れました。ガビーン。2投目、せーの、えい。今日はこの後8時に朝ごはんが来るんですよ。なのであと2時間半で釣りたいですね。目標はあと2匹。割と現実的でしょ。せーの、えい。でもなんか複雑な気持ちですね。坊主ってわけじゃないんだけど、クサフグは釣れてるけどやっぱ食べれるお魚じゃないからさ、釣って食べたいよ。まだまだ頑張りたいと思います。こんな態度じゃお魚も釣り上がってくれないか。おぎおぎよくいきます。釣れろー。なんか重い気がするけど、どうだ？じゃーん。何かが釣れました。なんだ？ちょっと何が起こったかよく分かんなかったんですけど、貝みたいなのが釣れて、その中にちっちゃいカニがいましたね。暗くて何が起こったか全然分かんなかった。それじゃあ気を取り直して次こそは釣れますように。魚魚魚魚が釣れると心心心心が良くなる。くそー、今釣れてたんですけどバタバタしてこの針から落ちちゃった。うわ悔しい。磯目半分だけいかれてますね。今釣れたんだけどな。悔しすぎる。なんで落ちちゃったのかな。私に原因があるのかな。釣るコツは分かんないんだけどさ、投げまくってるから投げるのだけは一枚になってきた。せーの、投げる専門投げ銭。あ、待って、さ、来た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 。え、また抜けたんだけど。なんで？え、本当に来たんだよ。ブル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 ってして。少しだけ空が明るくなってきましたね。もうすぐ日の出の時間かもしれない。わあ、さっきのめっちゃ悔しい。逃した魚は大きかったな。大きいかどうかは見てないから知らないけど第何頭目か忘れたけど次こそは。やばいやばいやばい。いやでも私思うんですけど、釣りスポットがあるってことは魚も多分釣られスポットみたいな多少は認知してるのかな。あそこのエリアは危険だよみたいな魚界の中で広がってるのかもしれない。あっちの方行くとよく友達がいなくなってるから危ないよみたいな。でも結局餌が多くて誘惑に負けて来ちゃうみたいなさそういうのがあるのかな。何？おう、なんかおる。なんだ？なんか飛び跳ねたぞ、大きい魚が。なんか昨日おかみさんが言ってたんですけど、イルカのちっちゃいバージョンみたいなやつが出るらしくて、それが出ると他の魚が全部逃げちゃうから、それが出た時は釣れないみたい。あ、見て、船いる。いいな、乗りたいよ。連れてってくれ。この間実家に帰った時にお父さんに最近釣りハマってるよって言ったら、今度一緒に行こうって言ってくれて釣りに行く約束をしたんだよね。で行きたいなって思ってるとこは浜名湖の海なんだけど、船に乗って釣りをしたいなって思ってるんだけど、お父さんはね、今の時期はちょっとやめてくれとのことで、あったかくなったら行こうねって約束してるんですよ。だからまだあと半年ぐらいはかかりそうですね。結構強力な助っ人さん。おー、釣れたー。やばい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 、釣れた。じゃ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 ーん。
粘った甲斐があった。嬉しい。これなんだ？ちょっと調べます。これもすごい。やったー。その調子で2投目いくぞ。さっきのお魚調べてみたら多分カサゴでした。毒魚をまだ全部把握しきれてないから、一応針から外すときは手袋をしてタオルでちゃんと外してます。前回ね、三重の旅館に泊まった時に毒魚を触りそうになって危なかったので、ちょっと反省点をねちゃんと生かしてます。いやでも嬉しいね、やっぱり釣れると。あ、またブルブルしてる。今一回じっとしてみようかな。ほらわかりますか？ブルブルしてるんよ。お、来たー。釣れてた。やっぱり感覚合ってた。お、カサゴっぽいな。しかもさっきよりでかいぞ。じゃーん、3匹目釣れましたー。よっしゃー。それでは朝ごはんを食べながら今日釣れた結果を発表したいと思います。結果はクサフグ1匹、カニ1匹、ガラカブが2匹の合計4匹でした。イエーイ。さっき受付の方にお魚たちを持っていた時におかみさんにガラカブだよって教えていただきました。ガラカブってなんだろうと思って調べてみたんですけど、主に熊本や九州地方でカサゴを指す方言だそうです。岩礁地帯に生息するネオで頭が大きくて白身で美味しいみたいです。特にね、冬から春が旬であり、味噌汁や煮付け、唐揚げ、刺身として親しまれる非常に人気の高いお魚だそうです。おかみさんにね、高級魚だよって言われてちょっとテンション上がりました。そして早速その釣れたお魚をお料理してもらいました。じゃん、天ぷらになりました。すごい。それじゃあ食べてみましょう。絶対美味しいよね。ちょっと顔怖いな。いただきます。うまっ。ビールが飲みたい。正直第2ラウンドは全然釣れなくて心が折れそうになったんですけど、第3ラウンドはめちゃくちゃ楽しかったです。どんどん釣りにはまっていきそうです。ということでチェックアウトしてきました。いやー、天草渚亭とっても楽しかったです。今回はお魚3匹とあとカニが1匹釣れましたね。後から調べて知ったんですけど、カニは普通に餌にすればよかったですね。そしたら大物狙えたかも。まだね、釣りのことは勉強中なので、皆さんぜひいろんな情報を教えてください。この天草渚亭は結構釣れやすいスポットらしいので、皆さんにもおすすめです。また春とか夏にも来てみたいな。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価待ってます。じゃあバイバーイ。投げる専門、投げ銭。投げ銭待ってます。調べたら20秒から60秒ぐらい待ってみるのがいいみたい。せっかちだからさ、早く巻いちゃい。みんな朝ごはんの時間だよ。おいで。磯目つけれた。頑張れ磯目。行ってこい。よし。いやー、磯目ってマジかわいそうだよね。身をちぎられて針につけられて海に落とされる。正直生まれ変わったら磯目にだけはなりたくない。そんなこと言ったらもっとかわいそうか。やめてあげよう。これからもたくさん釣れますように。あれ、失敗。待って、もう一回。これからもたくさん釣れますように。